2度目のブラック羽川を退治した後、忍野は町から姿を消します。文化祭の準備を終えた暦は、戦場ヶ原、羽川、駿河と共に学習塾跡に向かいます。やはり忍野はおらず、彼の最後の言葉を思い出し、もう直江津を離れたことに気づいた4人は声を揃えて幾度音、お人よしと口にします。そして、僕たちのクラスの出し物は、お化け屋敷。羽川翼は、ブラック羽川、過去と一つになり、暦に振られて初めて傷つくことができました。後日談、いや、今日から始まる彼女の物語。両親に頼み、初めて自分の部屋を手にした彼女は、ブラック羽川が手紙に書き足したたった4文字を口にします。ありきたりで誰もが毎日当たり前に口にする挨拶。しかしそれは彼女にとって生まれて初めての言葉。ただいま、羽川翼の物語はここから始まるのです。蛇神となり、暦をフルボッコにしたなでこは、戦場ヶ原からの電話を受け、皆殺しを延期することにします。そしてこの物語の語り手であり、ラスボスであるなでこから予告が語られます。カミングスーン、神だけに。月日ちゃんを偽物だと言い、退治しようとする影縫いさんですが、お兄ちゃんそう呼んでくれるならそれでいい。力では及ばずとも一歩も引かない暦に、彼女は過去に怪奇が言っていた言葉を持ち出します。偽物の方が圧倒的に価値がある。偽物語りの敵であり、元凶の詐欺師の言葉が10年越しの教訓となり、戦いは決着を見ます。妹2人を大嫌いとは口にしながらも、とてつもない愛を感じることができます。宿題を始業式に間に合わせるためにタイムスリップした2人ですが、戻ってきて目を覚ますと、結局始業式に遅刻することに。そこに突撃してくるツインテールの少女が、そう、八九時迷いです。例のごとくいつものやりとりを終えると、彼女は幽霊になったことは不幸せです。でも、荒らぎさんに会えたことは幸せですねと口にします。沼地との対決を終えた駿河は、暦にけじめとして伸ばしていた髪の散髪をお願いします。暦は彼女の髪を切りながら、言葉をかけます。お前は正しいことをしたわけでも、間違ったことをしたわけでもない。暦が初めて駿河にかけた優しい言葉。お前は青春をしたんだ。暦ティにて、月日ちゃんの所属する7人の茶道部に8人目の部員幽霊が出たという噂が立ちますが、それに納得しない彼女。真相の解明を頼まれた暦は、駿河に相談を持ちかけて、月日ちゃんを納得させるために、物質の備品やお菓子を勝手に持ち出す彼女のカモフラージュのために8人目の存在を信じているという話で説得することにします。よし、ここは騙されてあげよう、という月日ちゃん。それを駿河に告げると、茶道部員と荒らぎ先輩、月日ちゃんはどっちに騙されてくれたんだろうな、と返答されます。扇ちゃんの正体が明らかとなり、その退治を依頼された暦、暗闇が出現し、彼女はすんなりと飲まれることを選びます。しかし、暦は彼女をとっさに助けます。今まで他人を救ってきた暦が初めて自分自身を救うために戦います。そしてその窮地に駆けつけるオチの、世界を駆け回り彼を連れてきた羽川。まさに青春の集大成と言える最高のラストです。その後卒業式より、様子のおかしい女の子を優先する相変わらずな姿。そして忍の昔々から始まる朗読。続きが気になる物語だったで、青春が幕を閉じます。元の世界に戻ってきた暦の前に現れた戦場ヶ原。暦は彼女に関する限り心残りはなかったことを告げます。信号で左右どちらの足を出すか迷う彼に、両足跳びで引っ張る下着。ずっと続いてきた物語を終えて、思い出を思い、心残りを残し、余韻と余白を余らせて、僕たちは次なる物語へと、ひとっ飛び。
結び物語のラスト、社会人になって再び破局していた二人ですが、お互いを愛する気持ちは変わらず、泣き晴らした顔でひたぎは暦の家を訪れます。海外勤務のひたぎは日本支社への転勤を希望し、日本勤務の暦は海外転勤を希望していました。海外勤務の彼女に暦は発音のチェックを求めます。I love you! 暦、トレイ。二人の付き合うこととなったやりとりを再現し、将来を描いた物語は幕を閉じます。